おはようございます。前回のラクトギパテレビュー動画どうでしたか？参考になってもらえたら嬉しいです。今回はラクトギパテで埋めたところを色付けしていきます。楽しんでもらえたら幸いです。では行ってみましょう。結構広い範囲の色付けになるんで大変になると思いますが、頑張っていきます。多分人によってはいろんな塗り方あると思うんですが、僕の場合はベースの色を塗ってから木目描いていくのが一番やりやすいですね。ここは縁をぼかし塗りでぼかして消していってます。境界線をぼかすような感じです。この時点で傷の部分は単色に塗って、縁はボケてるっていう状態が一番ベストです。ここで元のベースの色がちょっと濃いかなと思ったんで、ちょっと白っぽいのでぼかし塗りでぼかしてます。これぐらい塗ってだいたい濃さがマシになってきましたね。これは濃い木目と濃い木目の間の白い木目を入れていってます。真上から見るとこの板はちょっとオレンジっぽく見えますけど、このアングルになるとなんか白っぽく見えますね。多少方向変色してるんだと思いますけど、これはかなり弱い部類の方向変色ですね。ここは濃い太い木目をダーッと入れていってます。だいたい木目の流れを想像して描いていってます。流れを組みながら描いてるんですが、割とざっくり描いてます。ここは濃い木目の中の最も濃いところの色を入れていってます。濃い木目の中にもやはり濃い薄いがあるので、それを再現しています。薄い木目のところにもシャッシャッと濃い木目がいってたりするので、それも再現しています。
色の確認のためスプレー振ってみたら案の定白かったです。白くなってるって言ってんのに、今またこれハイライトを入れ出してます。真上のアングルのカメラだと補修した部分がちょっと赤っぽく見えてたけど、この横のアングルやとちょっと白っぽい。なかなか悩ましい材ですね。ハードな傷の木目描きは最後調整でなんとか持っていくしかないんで、目離して遠くで見て近くで見てを繰り返してなんとか持っていくしかないですね。ここはシャバいオレンジっぽいので、上からぼかし塗りで軽く色をのせていってます。ここで相当描いてるんで、
木目の筆目が多少出てたんで、スプレー行ってから研磨します。この辺から最後までもう本当の微調整です。完成です。上から見た時と横から見た時、大体整ったと思います。長い間ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。